皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、能登半島地震に関連して様々な間違った情報や間違った解説、主張といったものが YouTube や X などを通じて拡散している現状があります。今回はそうした主張の中にこれ間違ってますよということについて一つ一つ取り上げつつ、どのような点に間違いがあるかを皆さんに紹介していこうと思います。大きな出来事がある時には必ずそれに便乗していろんな間違った情報が出がちです。だからこそそのした情報を受け取る私たちも冷静になって物事を見ていかなければなりません。そうしなければ誰かの意図した形で間違った方向へと流されてしまう可能性があるからです。このチャンネルでは毎回のように言いますが、物事を0か100で極端に単純化することには反対です。そして好き嫌いという感情に流されて物事を極端に考えがちになることにもぜひとも歯止めをかけるようにしてください。それではまずは今回取り上げる最初の話題はこちらです。能登半島地震に関連して出回っている政府案の一つに、岸田政権が台湾の救助隊の申し出を断っている。この断っている理由というのが、中国との関係を重視して台湾を外交的に排除するためだという主張が行われています。YouTube 上では百田氏がこうした主張を強く展開しており、また X ではフリージャーナリストの門田隆翔氏やこれらの人たちの支持者の人たちが積極的に拡散を行っています。この件に関しては台湾側からの声明が出されています。ネット上の救助隊を日本が拒否言説は公平性欠く台湾の外交部が声明。台湾の外交部は声明を発表し、能登半島地震に対する台湾の救助隊派遣について日本政府が台湾の申し出を拒否したとするネット上の言説は公平性を欠くと指摘した。声明によると、台湾からの申し出に対し日本政府は謝意を表明。その上で数千人の自衛隊員を投入して捜索救助を行っており、海外からの支援については災害の状況に応じて検討すると説明したという。左の方は X 上でこの台湾の説明を分かりやすく表現したものです。台湾側が大丈夫？救援隊準備したからいつでも行けるよとメッセージを発し、これに対して日本がありがとう、でも今は大丈夫。台湾側が分かった、必要なことがあったらいつでも言って、まずは支援金を送るね。民間の募金も募ってる。被災地と被災者の皆さんが一日も早く通常の生活に戻れるよう願っています。というやりとりが日本と台湾との間で行われたという話です。この話を理解するためにまず必要なのが、今回の能登半島の地震が東日本大震災や阪神淡路大震災のようないわゆる広域の大災害とは違って、能登半島というある意味局所的な災害であるといったところがまず話の前提にならなければなりません。そしてこの能登半島という地形の状況についても理解しておく必要があります。能登半島は山がちなところで、そして人口としては少ない平野に人々が集まって住んでおり、それらの集落を海岸沿いの道路やもしくは峠を越えるような細い道でつないでいるような交通事情です。そのような場所に対して大きな地震が起きて、海岸部の道路については津波の被害を受けたり、土砂崩れによって完全に遮断されていたりもします。そして峠を越えるような細い道合いについてもやはりこちらも土砂崩れによって通れなくなっていたり、通れていたとしても地震の影響で損壊して片側車線しか通行できない。その片側車線ですら様々な場所で地割れなどの影響があって通行には難儀するところもたくさんあるといった様々な面で交通的な障害があります。ですから人が大量に足りないというよりもむしろ困っている場所に人を派遣するためのそのルートの開拓に非常に困難が伴っているというのが現状です。ですから世界各国からどうぞ救援隊を集まってくれというような状態ではなく、災害現場に到達するためのルート開拓といったものが今急ピッチで進められているところです。そのことを示しているのがこちらの図。能登半島において現在どのような場所で交通障害が発生しているかマップに落とし込んでいるものです。こちらは災害救援の活動の一環としてトヨタが情報をまとめています。沿岸部においては崖崩れ、そしてそれぞれの集落をつなぐ
半島内の道路が様々な場所で道路の損壊や土砂崩れの影響などによって普段通りの通行ができなくなっています。例えばこちらは能登半島の先端部近く、輪島市町の孤立状況がわかる X での投稿です。町は山あいの中にあり、そして周囲の他の場所へと通じる道路はすべて沿岸部もしくは山あいを走っています。ところがそれらすべてが何かしらの地震の影響によってどれもまともに通行できなくなっており、町そのものが孤立状態にあるとして復旧作業が非常に困難なことが発表されています。このような状況の程度の差はそれぞれの場所によって違いますが、同じような困難さが能登半島全域に存在するのです。陸の方に問題があるんだったら海からどんどんと物資を運び込めばいいじゃないかといった声もありますが、現実にはそう簡単ではないことが示されています。それが地震の影響によって海岸線が変化しているのです。こちらは港の様子。海岸部が隆起したところにおいては明らかに水位が変わり、港に接岸することができなくなっています。地面が盛り上がってくればそれに伴って海が遠くなってしまうという現象によって、そもそも大きな船が入りづらかった漁港などもさらに物資を運び入れるには場所として使いづらくなっているのです。こうしたこともあって、じゃあ砂浜でもいいから物を運び入れようとして自衛隊のホバークラフトによって物資の補給などが行われ始めています。こちらは半島の先端部などにおいてなかなか足りない重機などについて運び入れている自衛隊の様子です。このように能登半島という場所で起きたといったこともあって、とにかく現場で人が足りないんだから世界中の支援の申し出については全部受け入れればいいじゃないかといったのははっきり言えば現実とは合いません。ですから台湾の救援隊の申し出について断ったのは何も中国に気を使って断ったのではなく、そもそも日本側の事情で受け入れたとしてもそれらの人たちが活躍する場を提供するのも難しいような地形的な状況といったものがある、そのことについて理解すべきでしょう。そしてこのような災害に対して政治勢力が明らかに邪魔になっている例などもあります。こちらは日本共産党の動き。日本共産党の議員たちが金沢から6時間以上かけて輪島市入り、市長にもお会いして事情を聞くと、1万人の避難者に対して食料が2000食分しか届いていないと、給水車も来ていないと、発災から3日目にして深刻な事態です。直ちに相談して国田国対委員長が自民党の委員長に連絡、緊急対応を求めました。浜田氏もすぐに動いていただいています。という X での発信が行われています。災害発生当初において一番の問題はこうした現場に余計な負担をかけることです。例えば東日本大震災の時においては災害対応に専念しなければならない原発に対して首相自らが乗り込んでいってその対応といったものを現地に丸投げするという凄まじい迷惑なことを行いました。このような教訓が現在でも生かされておらず、災害対応のまさにその現場に議員たちがやってきてあれこれ話を聞くなんていうことをわざわざ行っています。しかも非常に交通の状態が悪いといった話を前に行いましたが、そのような状況により悪化させるようなことをしているわけです。関係のない人はこのような場所に行くべきではありませんし、行くのであれば野党全体である程度どのようなことを聞いてどのような話をするかについて事前にすり合わせをして自分たちの党の活動としてだけアピールするようなことはやめるべきです。野党代表として誰かを送り込んでその場においてあらかた全て聞いてあらかた要望を全て吸い上げるような効率化を行うべきです。次に災害対応としてよくある間違い勘違いに基づいた政府批判についても取り上げておきましょう。能登半島地震で政府予備費40億円規模を支出へ必要に応じ追加も。このタイトル文の部分予備費40億円支出について政府批判が巻き起こっています。例えば万博を開催するのに何千億円かかる、もしくはウクライナ支援にも何千億円かかる。他にも海外では様々なばらまきで何百億円何千億円も岸田政権は行っているのに災害対応には40億円しか出さないのかといった具合の批判です。
しかしこれは明らかに全体像と部分質について分けて考えることができず、批判として的外れなものです。さて、記事の紹介をした後にそのことについて解説しておきましょう。能登半島地震で生じた被害に迅速に対応するため、政府は国会の議決がいらない予備費から40億円規模の支出をする方針です。財務省によりますと、災害などに備えて確保されている2023年度の予備費は5000億円で、このうち334億円はアルプス処理水の水産業支援などですでに支出されています。残りは4666億円で被災地の支援などに使用できるということです。岸田総理大臣は被災地の要請を待たずにプッシュ型で支援を進める考えを示していて、ここには40億円規模の予備費の支出を閣議決定するとしています。2020年7月の豪雨災害では総額で約1400億円が予備費から計上されていて、今回の地震でも必要に応じて予備費の追加拠出を検討します。40億円のお金を予備費から出しますよと聞いて、これがあたかも震災対応の総額であるかのような批判が行われていますが、これは明らかに間違っています。今回の40億円というのはあくまでも初期に行われる物資の調達などのプッシュ型支援に対する予備費の割り当てが主であり、この後本予算的なものとして震災対応のお金はこれよりも1桁2桁上がることでしょう。ですから今回の一件をもってして40億円しか出さないのかといったヒステリックな批判というのは明らかに間違った批判です。災害発生当初といったものはどうしても感情論が吹き上がりやすい時期ですから、こうした予算の付け方としてまずすぐに出せるものからすぐ出しましょう。その後何にどのくらいのお金が必要なのか見積もりをして、それらを積み上げていく形で総額いくらの予算を作りますといった後での話が続いてくるのです。そうした後で積み上がってくるお金の方にこそ本当は重要な議論がすべきものであり、その時に震災対応として全然足りないよねといった話は行うべきなのです。そしてそのような本格的な予算が決まった時というのは、今回のような予算が少ないじゃないかと騒いでいる人たちはもはや関心を失っている可能性の方が高いです。例えば自衛隊の出動に関してもっと早くすべきだ、もっと活動を迅速に行えるように様々な装備がなぜないんだと批判する人たちがいます。しかしそのような人たちは同時にほとんどの場合、自衛隊の予算を増やしますよという話をすると、なんで自衛隊の予算を増やすんだとむしろ平和な時は言っていて、このような震災対応の時だけ都合よくもっと増やせみたいな話をしがちです。自衛隊に対して安全保障だけではなく災害対応のための装備や訓練をしっかりと積ませようというのであれば、それに伴って予算も増えていくことにもっと前向きに話をするべきです。お金は出さないけれどもやることはどんどんと増やして、そして何かできないのであればそれを責め立てるといったことは、まともな政策議論はなかなか進まないでしょう。そして支援に対する考え方としても、東日本大震災の時から様々な面で教訓が残されており、それを生かさなければなりません。例えば現在石川県においては大規模な物資支援については企業や団体からのものを協議した上で受け入れることを決めています。一方で個人からの物資支援については今のところ窓口を設けていません。それは一体なぜなのかといえば、東日本大震災の時にそのような個人からの物資支援といったものを受け入れた際に大量の廃棄物が送りつけられるという問題を抱えたからです。例えば生物のような食料品を送りつけられても現場に届くまでには時間がかかり、そのようなものは送られれば全てが廃棄処分されるようなものであり、とてもではないが支援としては成り立ちませんでした。同様にして冬の時期寒いだろうからといって様々な衣服も送られるわけですが、使い古しでとてもではないが使い物にならないものといったものもたくさん送られてきます。そしてそのような様々な物品の中で使えるもの使えないものを選別するだけでも凄まじい人手がかかる。支援の受け入れとしてもそのようなものは推奨されないといったことがだんだんと判明してきたのです。ですから必要な時に必要なものをその都度調達するといったことの方がむしろ効率的であり、だからこそ寄付金といった形が受け入れやすいのです。
また、ボランティア活動についても同じように、受け入れる側の体制がある程度なければ、結局ボランティアの人たちがやってくるんだけど、その人たちの食料やトイレの問題なども解決しなければなりません。何の受け入れ体制もないところに何か力になりたいと思ったから来ましたといった形でいきなりやってきてもかえって迷惑といったこともあり得るわけです。またここ最近では少し声は減ってきていますが、千羽鶴をみんなで折って出来上がったものを現地に送ろうといった活動についてはぜひとも身近でそのような話があったらストップさせてください。受け入れる方にしてみれば全くそのようなものは何の助けにもなりません。千羽鶴で現地の人たちの助けになりたいという思いはむしろ折り紙を買う分だけそのお金を寄付金に回した方が良いですし、また千羽鶴をどうしても折りたいというのであればそれは現地に送るのではなく自分の思いの形を自分の家や部屋に飾って表明するにとどめるのが良いでしょう。というわけで今回は能登半島地震の発生に伴い様々な動きが出ています。しかしそこで吹き上がってくる政府批判の中には現実とはそぐわない批判もありますし、また私たちの思いの行動としても善意の押し付けになってしまい現実の災害復興には阻害要因となってしまうこともあります。支援を行いたいと思った時にその時にも少し冷静になってじゃあどんなことをすれば困っている人たちを助けることに力になれるのか、その方法についても冷静に考えましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。